武蔵の国の秩父という山里に大山半之丞という男が住んでいた。ある日、彼が門の前に出ていたところ、諸国を巡る旅の僧侶が通りかかった。僧侶は半之丞を見てこう言った。あなたには女性のもののけがついており、たたりをなすでしょう。命が尽きるのも近いようです。半之丞は驚き、どうぞこちらにお入りください。と僧を奥に招き入れ、もてなしをした。そして、その後に半之丞は次のように話した。このような話をするのは恥ずかしいのですが、以前、私の妻が出産時に亡くなりました。そして最近、新しい妻を迎えたのですが、その亡くなった妻が夢なのか現実なのかわからない形で、毎晩枕元に現れて私を驚かせるのです。この触りをどのように払えばよいでしょうか。僧はその話を聞き、やはり、初めからもののけがあると見えていました。では封じましょう。と言い、半之丞を裸にさせて、彼の体に法華経を写経し、その後、防災の塚へ連れて行った。そしてこう諭した。どんなに恐ろしいことが起きても、決して怯えたり、息を荒げたりしてはいけません。僧侶はそう言い残して帰っていった。その塚は人里離れた山中にあり、猿の哀れな叫び声がこだまし、フクロウの鳴き声が松や桂の木に響く、ものすごい暗闇の中の夜だった。ちょうど村雨が降り、夜も更けて五光に近づいた頃、防災の塚が少し割れ、その隙間から現れた。彼女は苦しそうに息をしながら、半之丞の上に腰をかけた。さらに、2歳ほどの子供を連れており、その子供が塚の周りを這い回りながらこう言った。お父さんの足がここにあるよ。それは、半之丞が身にまとっていた荒菰がすれて、写経した法華経の文が消えていた部分だったのだ。母親は喜んだが、これは足ではない、経木だ。と言い、恐れて立ち去った。その後、防災は左手に灯火を持ち、右手に子供を抱いて半之丞の家を目指して進んだ。家に近づく頃、灯火が消えた。それを見た半之丞は、また家に来て何か恐ろしいことが起こるのでは。と身を縮めて震えていた。しばらくして、防災は新しい妻の首を持ち帰り、再び半之丞の上に腰をかけた。そして子供に向かってこう語った。これでようやく父親を取り殺そうと思ったのに、どこかへ逃げてしまったようだ。今はここまでだ。長年の願いがようやく叶った。この女は生前から私を重複し、死んでも炎の苦しみに耐えねばならなかったが、今こうして命を取ったことが嬉しい。そう言い残し、親子ともども塚の中に戻っていった。その頃、夜がほのかに明け始めていた。